僕は人に見られずにフォン・ホイマンの船室へ入り込むつもりかと尋ねた。するとカーテンの引かれた薄闇の中でも彼の顔がパッと輝くのが分かった。僕の寝台上がってみたまえ、バニー。そうすればわかる。僕はそうしたが何も見えなかった。ラフルズは僕の上から手を伸ばし通風口を叩いた。彼の寝台の上、壁にある一種の跳ね上げ戸で長さ18インチほど、高さはその半分だ。それは外側へ通風用の縦口へと開いた。あれがと彼は言った。僕たちの後腕の扉さ。なんなら開けてみたまえ。あまり大きくは開かないから大して見えやしないが、ネジを2本緩めればそれも直せる。似ての通り穴はおむね底なしだ。君が風呂へ行くときにはいつもその下をくぐっている。鉄拳は環境の手窓だ。だからこそこれはジェノバにいる間にやらなきゃならない。港では環境に見張りを置かないからね。僕たちの向かいの通風口がフォン・ホイマンのものさ。あれもまたネジ2本で済むし、作業中に立つタレの針もある。だがもし誰かが下から見上げたら。下に誰かが動き回っている見込みは極めて薄い。あまりに薄いから一か八かかけてもいいくらいさ。いや、確かめるために君をそこへ立たせるわけにはいかない。肝心なのは僕たちが寝床に入った後は二人とも誰の目にも触れないことだ。船のボーイが二人この甲板で保証を務めている。奴らが僕たちの証人になってくれる。いやはや、これは後にも先にもないほどの謎になるぞ。フォン・ホイマンが抵抗しなければの話だがね。抵抗だって、そんな隙は与えないさ。あいつはビールを飲みすぎて眠りが浅いということがない。それにぐっすり眠った相手にクロロホルムを嗅がせるくらいたやすいことはない。君だって一度やったことがあるじゃないか。それを思い出させるのはいささか酷かもしれないがね。僕がフォン・ホイマンの通風口から手を差し込むやや、あいつはもう何も感じなくなる。僕はあいつの体の上を張って入るのさ。バニー、君ね。で、僕は君は僕が欲しいものを手渡し、万一に備えて砦を守る。そして総じて君がいないと困る体になってしまったあの心の支えを貸してくれるのさ。贅沢なものだよ、バニー。だが君が新人化を気取り始めてからそれなしでやっていくのがひどく難しくなってね。彼はフォン・ホイマンはきっと扉に缶抜きを刺して眠るだろうが、自分はもちろんそれを刺さずに置くと言った。そして船室を物色する間、別の方向へ匂いの跡を残しておく他の手立てについても話した。とはいえラフルズは厄介な捜索になるとは見ていなかった。真珠はフォン・ホイマンの身につけてあるはずだ。いや、実のところどこに何の中にしまっているかラフルズはきっちり知っていた。僕が当然どうしてそんなことまで知り得たのかと尋ねると、その答えが一時気まずい空気を招いた。これはごく古い話さ、バニー。聖書のどの書に出てくるかは正直忘れてしまったがね。とにかく新約の方でないことだけは確かだ。だが不運な主人公はサムソンで、ヒロインはとあるデリラだったのさ。そう言って彼があまりに思わせぶりな顔をするので、僕はその意味を一瞬たりとも疑いようがなかった。ではあの美しいオーストラリア娘がデリラを演じてきたわけかと僕は言った。ごく無邪気で罪のないやり方でね。あの娘が彼の任務を聞き出したのか。僕はあいつに取れる点は全部取らせてやったんだ。それがあいつの一世一代の打球で僕の狙い通りやったよ。あいつはエイミーに真珠まで見せたんだ。エイミーね。それで彼女が早速君に話したのか。とんでもない。なぜそう思う。僕は彼女からそれを聞き出すのに、それはもう一苦労したんだ。その口ぶりは僕にとって十分な警告となるべきだった。だが僕にはそれをそう受け止める起点がなかった。とうとう僕はあの猛烈な浮気騒ぎの意味を知ったわけで、自分の悟りに目がくらんで彼の十面も見えず、頭を振り指を振り立てて立っていた。ずる賢いやつめと僕は言った。これですっかり読めたよ。なんて僕は鈍かったんだろう。今もまだ鈍いままじゃないかい。いや、これでこの1週間ずっと僕を打ち負かしてきたものの正体が分かった。あんな小娘のどこがいいのかまるで合点がいかなかったんだ。まさかそれが計略の一部だったとはね。
では君はそれだけのことで他には何もなかったと思っているのか。この食えない古だぬきめ、無論そう思っているとも。彼女が裕福な牧畜農場主の娘だと知らなかったんだな。明日にでも君と結婚したがる裕福な女なら、それこそナンダースもいるさ。いっそウィケットを畳んで橋を洗い、その後は末永く幸せに暮らす。それも未開の奥地でな。そういうのも悪くないと僕が思ったかもしれんとは思いもよらないか。あの声を相手にかい？それこそ思いもよらないね。バニー。と彼は、僕が思わず一発食らうかと身構えたほど、凄まじい剣幕で叫んだ。だが、それ以上は何も続かなかった。君は、自分が幸せに暮らせると思うか？と僕は思い切って尋ねてみた。神の溝汁だ。と彼は答えた。そして、それきり僕を置いて立ち去った。後には、彼のあの表情と口ぶりに、そして、それにしては不十分すぎる原因に、一層不思議の念を抱く僕が残された。僕がこれまで目にしたラフルズの数ある純然たる金庫破りの妙義のうちでも、一番繊細にして、一番困難だったのは、火曜の朝、1時から2時にかけて、ジェノバ港に怒りを下ろした北ドイツ汽船ウーラン号の戦場で、彼が成し遂げたものだった。一つの手違いもなかった。何もかもが見越されていた。何もかもが、必ずこうなるはずだと受け合われた通りに運んだ。下では誰も動いておらず、甲板にいるのは船のボーイたちばかり。環境には誰もいない。ラフルズが、一糸まとわぬ身に、ただ面で線をしたガラスの小瓶を歯に挟み、耳の後ろに小さなねじ回しを刺して、寝台の上の通風口から足の方から身をくねらせて抜けていったのは、1時25分のことだった。そして彼が、なおも小瓶を歯に挟み、中に横たわる大きな灰色の豆のようなものが、カタカタ鳴るのを抑えるべく麺をぎゅっと詰めて、頭から戻ってきたのは、2時19分前のことだった。彼はネジを外し、また元に戻していた。フォン・ホイマンの通風口を開けて、見つけた時のままに、自分のをすぐ冷ましたのと同じく、しっかりと戻しておいた。フォン・ホイマンはといえば、ずぶ濡れの麺をまずその口ひげの上に当て、それからポカンと開いた唇の間に挟んでおくだけで十分だった。その後は、侵入者が彼の向こうずねをまたいで2度行き来しても、うめき声一つ漏らさせはしなかった。そしてここに、その戦利品があった。橋ばみの実ほどもある、この真珠が、婦人の爪のような淡い桜色の色合いを帯びて、この略奪の時代の獲物が、ヨーロッパの皇帝から南海の州長への、この贈り物が、何もかも片付いたところで、僕たちはそれにうっとり見入った。この大いなる瞬間に備えて、前の晩に仕込んでおいたウイスキーソーダで、それに乾杯した。だが、その瞬間は、僕たちのどんな楽観的な夢にも勝って、大きく、誇らしいものだった。あとはもう、その宝石を隠すだけだ。ラフルズはそれを台座からこじ外し、台座の方は戻しておいた。どんなに厳しい捜索にも耐えて、なおかつナポリで一緒に陸へ持ち出せるように。そして、僕が寝床に入る頃、ラフルズはまさにそれをやっていた。僕としては、いっそその晩のうちに、ジェノバで未練もなく上陸し、戦利品を持って逃げたいところだった。だが彼は、見るからにもっともな10数の理由から、それを聞き入れなかった。総じて、僕たちが怒りを上げる前に、何かが露見したり、怪しまれたりしたとは思わない。だが、確かなことは言えない。眠っている間にクロロホルムを嗅がされて、朝になっても何一つ怪しい兆候を感じず、不審な匂いも嗅がない、などということは、信じがたいからだ。とはいえ、フォン・ホイマンは、まるで何事もなかったかのように、ドイツ風の帽子を目深にかぶり、口ひげをひさしにこすりつけて、再び姿を現した。そして10時には、僕たちはジェノバを後にしていた。最後の、痩せた青ひげの役人が甲板を去り、最後の果て物売りはバケツ何杯もの水で追い払われ、自分のボートから僕たちを罵りながら去っていった。最後の乗客は、ギリギリの瞬間に乗り込んできた、小うるさい白ひげの老人で、ハンリラをめぐって船頭とねぎり合い、大きな船を待たせていた。だが、ついに僕たちは出発した。衛船は切り離され、灯台を過ぎ、ラフルズと僕は手すりに並んで身をもたせ、
再び潜伏を洗う淡い緑の液体の筋の入った大理石のような水面に映る二人の影を眺めていた。フォン・ホイマンはまたしても打席に立っていた。彼が一日中甲板に居続け、避けられぬ時を先延ばしにするのも計略の一部だった。そして令嬢の方は退屈そうでしきりに僕たちの方を盗み見ていたが、彼は与えられた機会を利用するのにいかにも乗り気な様子だった。だがラフルズは塞ぎ込み落ち着かなかった。とても事を成し遂げた男には見えない。僕にはナポリでの差し迫った別れが彼の心に重くのしかかっているのだろうとしか思えなかった。彼は僕と話そうともせず、かといって僕を行かせようともしなかった。そこにいたまえバニー、話しておきたいことがある。泳げるかい？少し羽ね。10マイルは。10？ 僕はどっと笑い出した。1マイルだって無理さ。なぜそんなことを聞く？今日は一日のほとんどを岸まで10マイルの泳ぎの圏内にいることになるからさ。一体何を言いたいんだ、ラフルズ？なんでもない。ただ、いざとなったら僕は泳いで逃げるよ。君は水に潜って泳ぐことはまるでできないんだろうな。僕は彼の問いに答えなかった。ほとんど聞いてもいなかった。冷たい汗の玉が肌から噴き出していた。なぜいざとなったらなんてことになるんだと僕は囁いた。バレてはいないんだろう？バレてはいない。ならなぜバレたみたいな口を聞く？バレるかもしれないんだ。僕たちの宿敵がこの船に乗っている。宿敵だって？マッケンジーさ。まさか。最後に乗り込んできたヒゲの男さ。確かなのか？確かだと思う。君まであいつに気づかなかったのが残念だったよ。僕はハンカチを顔に当てた。そう言われてみれば、あの老人の歩きぶりにはどこか見覚えがあったし、見かけの年の割にどこか若々しいところもあった。この恐ろしい事実に照らして思い返してみれば、あのヒゲそのものがいかにも信じがたいものに思えてきた。僕は甲板を端から端まで見渡したが、老人の姿はどこにも見当たらなかった。それが一番厄介なところさ。とラフルズは言った。20分前、あいつが船長室に入っていくのを僕は見たんだ。だが、何があいつをここへ連れてきたんだ？と僕は惨めな気持ちで叫んだ。偶然ということもあり得るんじゃないか。あいつが追っているのは誰か別のやつなのでは？ラフルズはかぶりを振った。今度ばかりは、まずそれはないな。では、あいつが追っているのは君だと思うのか？ここ数週間、それを恐れていたんだ。それでいて、君はそこに突っ立っているのか？他にどうしろと言うんだ。やむを得なくなる前に、泳いで逃げたくはない。君の忠告に従って、ジェノバで船を降りておけばよかったと思い始めているよ、バニー。だが、マックが最後の瞬間まで、船と駅の両方を見張っていたことは、これっぽっちも疑っちゃいない。だからこそ、あんなギリギリまで引きつけたのさ。彼はタバコを一本取り出し、タバコ入れを僕に差し出したが、僕はじれったげにかぶりを振った。まだわからないな。と僕は言った。なぜあいつが君を追う必要がある？あいつの知る限り、何の危険もない宝石一つのために、はるばるこんなところまで来るはずがない。君自身の見立てはどうなんだ？単純にしばらく前から僕の足取りを追っていたというだけのことさ。多分この前の11月に友人のクローシェイがあいつの指の間をスルリと向けて以来な。他にも兆しはあった。僕はこの事態にまるで備えがなかったわけじゃない。だが、それはただの当てず医療に過ぎないはずだ。何一つ立証できるものか見ていてやる。それに真珠も見つけられるものか。見立てだって、ねえバニー、あいつがどうやってここまで来たか、まるであのスコットランド人の川の内側に入っていたみたいに僕にはわかる。次にあいつがどう出るかもわかっているんだ。あいつは僕が国外へ出たことを突き止め、その動機を探した。そしてフォン・ホイマンとその任務のことを突き止め、そこにあつらえ向きの動機があったわけだ。願ってもない好機さ、全く別口の新しい仕事で僕をお縄にできるんだからな。だが、そうはさせないよ、バニー。よく覚えておけ。あいつは紛失が知れれば船を捜索し、僕たち全員を身体検査するだろう。だが、その捜索は空振りに終わるんだ。
ほら、船長があの生意気な小僧を自分の船室へ手招きしている。あと5分で火に油が注がれるぞ。ところが火事も騒ぎも乗客の身体検査も何が起きたかというささやき一つすら起こらなかった。動揺の代わりに不気味なほどの平穏があった。そして僕には自分の予言ことごとくが裏切られたことにラフルズが少なからず動揺しているのが見て取れた。あれほどの紛失がありながらこの沈黙には何やら不吉なものがあった。そしてその沈黙は何時間も続き、その間マッケンジーは一度も姿を現さなかった。だが昼食の時間の間、彼は出歩いていたのだ。僕たちの船室にいたのだ。僕は本をラフルズの寝台に置き忘れていて、昼食後にそれを取りに行った時、掛け布に触れた。それはついさっきまで生身の人間に押されていたぬくもりで暖かく、僕はとっさに通風口へ飛びついた。それを開けた途端、向かいの通風口がパチンと閉じられた。僕はラフルズを待ち伏せした。いいぞ、あいつに真珠を探させてやれ。海に放り込んだのか。それは答えてやる気にもなれない問いだね。ラフルズはくるりときびすを返した。そしてその後何度か檻に触れ、彼が目の離れがたいワーナー城と最後の午後を精一杯楽しんでいるのを僕は目にした。あの午後のワーナー城がごく素朴な褐色の朝地の装いでいかにも涼しげに洒落て見えたのを覚えている。それは肌の色によく映え、黄色の差し色が巧みにあしらわれていた。あの午後、僕はあの娘をすっかり見直した。その目はまことに見事で、歯並びもまた見事だったからだ。それでいて我ながら不本意なことに、これほどまっすぐ見とれたことはなかった。というのも僕はラフルズと一言交わそうと、風向きが怪しいと告げようと、二人のそばを何度も何度も通り過ぎたのだ。だが彼は僕と目を合わせようとすらしなかった。それでとうとう僕は諦めた。そして次にその姿を見たのは船長室の中でだった。二人はまずラフルズを呼び出していた。彼は笑みを浮かべて入っていき、そして二人が僕を呼び出した時、僕が目にしたその顔もまた笑みを浮かべていた。船室は指揮官のそれにふさわしく広々としていた。マッケンジーは長椅子に腰掛け、磨き上げたテーブルの上、自分の前にひげを置いていた。だが船長の前には拳銃が一丁横たわっていた。そして僕が入ると、僕を呼び出した一等航海士が扉を閉め、それに背を当てて立った。フォン・ホイマンが口ひげを指でいじりながら一座の顔ぶれを締めくくっていた。ラフルズが僕に挨拶した。これは大きな冗談だぞ。と彼は叫んだ。君があれほど夢中になっていた真珠を覚えているね。バニー皇帝の真珠。彼では買えないあの真珠を。どうやらそれがここにいる僕たちの小さなお友達に託されてカヌードルダムへ運ばれるはずだったところ、気の毒にこの小男がそれをなくしてしまったらしい。故に僕たちはイギリス人なんだから、僕たちが持っているに違いないというわけさ。だが持っていることはわしには分かっておる。とマッケンジーが自分のひげにうなずきかけながら口を挟んだ。この忠誠と愛国心にあふれた声には聞き覚えがあるだろう。とラフルズは言った。いや、こちらは我が旧知のマッケンジー・スコットランド、ヤードとスコットランドそのものの出身でいらっしゃる。もう十分だ。と船長が叫んだ。身体検査を受けるか、それとも私が力ずくでやるか。お好きなように。とラフルズは言った。だがまずは僕たちに公平な扱いをしてくださっても損はありませんよ。あなた方は僕たちが今朝の未明フォン・ホイマン隊の船室に押し入り、そこから忌々しいこの真珠を剥き取ったという。だが僕は一晩中自分の部屋にいたことを証明できるし、僕の友人も同じことを証明できるはずだ。無論証明できるとも。と僕は奮然として言った。船のボーイたちがその証人になってくれる。マッケンジーは笑って磨き上げたマホガニーに映る自分の姿にかぶりを振った。それはなかなか巧妙だった。と彼は言った。わしが船に乗り込んでいなければその手で通っていたかもしれんな。だがわしはたった今あの通風口を見てきた。どうやってやってのけたか見当はついておるよ。とにかく船長、そんなことはどうでもいい。
わしはこの若いツバメどもに手錠をかけるだけだ。そうしたら、何の権利があって。とラフルズがよく響く声で吠えた。そして僕は彼の顔があれほど燃え立つのを見たことがなかった。身体検査をしたければするがいい。持ち物の切れ端、糸くず一本まで調べるがいい。だが、令状もなしに僕たちに指一本でも触れてみろ。触れたりはせいよ。とマッケンジーは胸ポケットを探りながら言った。するとラフルズが自分のポケットへ手を突っ込んだ。そいつの手首を押さえろ。とスコットランド人は叫んだ。そして幾代も僕たちと共にあったが、僕の聞く限り一度も撃たれたこともないあの巨大なコルトがテーブルの上にガチャリと落ち、船長にかき寄せられた。わかった。とラフルズは一等航海士に向かって荒々しく言った。もう話していい。二度とはやらないよ。さあ、マッケンジー、令状を見せてくれ。乱暴に扱ったりはせんだろうな。そんなことをして何の得になる。見せてくれ。とラフルズは有無を言わさぬ調子でいい。刑事は従った。ラフルズはその書面に目を通すうちに眉をつり上げ、口元を引き締めたが、それが不意に緩んだ。そして笑みと肩のすくめとともに彼はその紙を返した。これでご満足かね。とマッケンジーが尋ねた。満足するかもしれん。おめでとう、マッケンジー。ともかく、なかなかの切り札だ。押し込み2件とネルローズのネックレスだとさ、マニー。そう言って彼は苦笑いを浮かべて僕の方を向いた。しかも、どれも動作なく立証できる。とスコットランド人は令状をポケットにしまいながら言った。あんたにもこれと同じものを一通用意してあるよ。と彼は僕にうなずきかけながら言い出した。ただしそんなに長いやつじゃないがな。考えても見てください。と船長は咎めるように言った。私の船が盗人どもの巣にされるとは、全く甚だ不愉快な意見です。ナポリに着くまで、あなた方二人とも手枷をはめておかざるを得ません。まさか、そんな。とラフルズは声を上げた。マッケンジー、取りなしてください。みんなの前で同郷のものを売るような真似はやめてください。船長、僕たちは逃げられやしないんです。一晩くらい内々に済ませてくださってもよいでしょう。ほら、これが僕がポケットに持っているものすべてです。君もポケットを空にしたまえ、バニー。袖の中に武器を隠しているとたらなら、身ぐるみ剥いでくれて構いません。僕がお願いするのはただ手首に枷をはめられずにここから出してもらうことだけです。武器はないかもしれんが、と船長は言った。あんた方が盗んだあの真珠はどうなんだ？お渡ししますとも。とラフルズは叫んだ。戦場では公然と恥をかかせないと受け合ってくださるなら、今この場でお渡しします。それはわしが受け合おう。とマッケンジーは言った。あんた方がおとなしくしている限りはな。さあ、それはどこにある？あなたの鼻先のテーブルの上ですよ。僕の目も他の皆と一緒に落ちた。だが真珠などどこにもない。あるのは僕たちのポケットの中身ばかり。時計、手帳、鉛筆、ペンナイフ、タバコ入れがすでに述べた拳銃と一緒にテカテカ光るテーブルの上に並んでいるだけだった。わしたちを担いでおるな。とマッケンジーは言った。何の益がある？そんなことはしていませんよ。とラフルズは笑った。あなたを試しているんです。何が悪いんです？冗談は抜きでここにあるんだな。そのテーブルの上にね、紙が身にかけて。マッケンジーはタバコ入れを開け、一本一本のタバコを振ってみた。するとラフルズが一本吸わせてくれと頼み、その願いが聞き届けられると、真珠はタバコよりもずっと前からそのテーブルの上にあったのだと言った。マッケンジーはすかさずコルトを取り上げ、銃刃の弾倉を開けた。そこじゃない、そこじゃない。とラフルズは言った。だが、惜しいところまで来ている。薬莢を調べてみたまえ。マッケンジーは薬莢を手のひらに開け、一つ一つ耳元で振ってみたが、何の手応えもなかった。あ、こっちへ起こしたまえ。そしてラフルズは一瞬のうちに正しい一発を見つけ出すと、弾頭を噛み抜き、皇帝の真珠をパッと一堂に見せつけてテーブルの真ん中に置いた。
これで一つあなたの力の及ぶ限り、僕に少しばかりの便宜を図ってくださっても良いでしょう。船長、ご覧の通り、僕はちょいとした悪党です。それだけに、船の安全のために必要とお考えなら、一晩中手枷をはめられて横になる覚悟はできています。お願いするのはただ、まず一つ頼みを聞いていただくことだけです。それは、その頼みが何かによるな。船長、僕はこの船で、あなた方の誰も知らないほど、もっとひどいことをしてしまったんです。僕は結婚の約束をしてしまいました。だから、別れを告げたいのです。僕たちは皆、等しく仰天したことだろう。だが、その仰天を口にしたのは、フォン・ホイマンただ一人だった。胸の底から発したドイツ語の悪態が、この一件における彼のほとんど最初の発言だった。とはいえ、大尉はすぐさまそれに続けて、提案された別れの挨拶に断固たる抗議を唱えた。だが、それは退けられ、この傲岸な囚人が自分の思いを通した。ラフルズは娘と5分間の猶予を与えられることになった。その間、船長とマッケンジーは、拳銃を背中に隠したまま、射程内に行ったが声の届かぬところに立っているという。僕たちが揃って船室を出ようとしたとき、彼は立ち止まり、僕の手を握りしめた。とうとう、君を巻き添えにしてしまったな、バニー。とうとう、結局のところ、どんなにすまなく思っているか君はしてくれたら。だが、君は大した咎めは受けまい。いや、何の咎めも受ける筋合いはないはずだ。許してくれるか？これは何年もの別れになるかもしれないし、永久の別れになるかもしれない。わかるだろう。君はいざという時にはいつだって頼れる仲間だった。いつの日か最後の最後に頼れる仲間だったことを思い出してそう悔やまずに済むかもしれないぞ。その目には僕に通じる意味がこもっていた。僕は生涯で最後となるその力強くコーチに長けた手を握りしめながら歯を食いしばり神経を張り詰めさせて身構えた。あの最後の場面がいかにありありと僕の心に焼き付いて死ぬまで離れないことか。陽光に照らされた甲板の一つ一つの細部、一つ一つの影までいかにまざまざと目に浮かぶことか。僕たちはジェノバからナポリへの航路に点在する島々の間にいた。右舷後方へと遠ざかっていくあれがエルバ島で、熱い太陽がその上に沈みかかるあの紫の斑点だった。船長室は右舷側に開いており、陽光に覆われ影が刻まれた右舷の遊歩甲板は人気がなかった。僕もその一人であるあの一団と、もっと船尾寄りでラフルズと並んだ青白くほっそりした浅黒い人影を除いては、婚約だって僕には信じられなかったし、今日に至るまで信じられない。それでも二人はそこに並んで立っていた。そして僕たちには一言も聞こえなかった。二人は夕日を背にエルバ島からウーラン号の鉄板まできらめくまばゆく長い陽光の海の道を背にくっきりと立っていた。そして二人の影はほとんど僕たちの足元まで届いていた。不意に一瞬のうちにそれは成し遂げられた。僕が称えるべきか忌むべきかついぞ分からずじまいのあのことが、彼は彼女を抱き寄せ皆の目の前で口づけし、それから彼女がよろめき倒れそうになるほど突き放した。次に起こることを予告したのはその仕草だった。一等航海士が彼を追って飛びかかり、僕は一等航海士を追って飛びかかった。ラフルズは手すりの上にいた。だがかろうじてだ。抑えろ、バニー。と彼は叫んだ。しっかり押さえつけろ。そして自分が何をしているかも考えず、ただ彼が命じたからというだけで、僕がその最後の言いつけを力の限り守った時、僕は彼の両手がさっと上がり、頭がひょいと下がり、しなやかに引き締まったその体がまるで悠々と飛び込み台から飛び込んだかのように鮮やかに寸分の狂いもなく夕日を切り裂くのを見たのだった。その後甲板で何が起きたかは何も語れない。僕はそこにいなかったからだ。僕のそのとの処罰も長い投獄も永久に消えぬ恥辱も君にとって関わりもなければ益もあるまい。僕が少なくとも自業自得の報いを受けたのだと知ることから得られる興味と教訓は別としてだが一つだけこれは書き留めておかねばならない。信じるか信じまいかは小随に、
あと一つだけ。それで僕は終わりにする。僕が直ちに手枷をはめられて押し込められたのは、右舷側の二等船室だった。そして扉は、まるで僕がもう一人のラフルズででもあるかのように、外から施錠された。そうこうするうち、ボートが降ろされ、海はくまなく探られたが、無駄に終わった。それは大方、他の記録にも残っていることだろう。だが、波の上にきらめく沈みかけた夕日が、すべての目をくらませたのか、さもなくば、僕の目が奇妙な幻の餌食になったのか、そのどちらかに違いない。というのも、ボートはもう戻り、スクリューが鼓動を打ち、囚人となった僕は、幻想越しに、陽光に照らされた水面を見つめていた。相棒の頭の上で、永久に閉ざされたと信じられている、あの水面を、不意に、太陽がエルバ島の背後に沈み、踊る陽光の小道は、たちまちのうちにかき消され、跡形もない荒漠の中へ飲み込まれた。そして、その中ほどの距離に、すでに何マイルも後方に、僕の目が欺いたのでなければ、黒い点が一つ、灰色の波間に見え隠れしていた。夕食を告げるラッパが鳴っていた。僕の他は、もう誰一人、目を凝らす者もいなかったのだろう。そして今、僕は見つけたものを見失い、今、それは浮かび上がり、今、沈み、そして今、僕はすっかりそれを見失った。それでも、ほどなくそれはまた浮かび上がるのだった。薄暗い灰色の彼方で踊る、ただの人海のように、色あせた西の空の下、死んだ金色と桜色の筋を引いた空の下、紫の島へと漂い行きながら、そして、それが人の頭なのかどうかも見定めぬうちに、夜の帳が降りた。